今回は仙腸関節の変異の一つ、片側仙骨伸展変異の診断と治療についての説明です。まずは座位での屈曲検査で左右のどちらが陽性側かの見当をつけます。座位でモデルに前屈してもらった時、 PSIS が下方に動かない、または上方に動く側を陽性と見ます。この場合は右側が上方に動くので右側を陽性と見ます。次に肝上面上での仙骨底の深さを比較します。この例では座位屈曲検査で右側が陽性なので右側の状態に注目します。右側の方が左側よりも浅い状態、つまり後方に位置している状態です。単純な触診だけでよくわからない場合は呼吸テストやスプリングテストを併用することでよりわかりやすくなります。4ポイントテストと呼ばれる呼吸テストでの確認の方法です。両母趾を外下方角、両耳趾を仙骨底の位置に沿わせ、呼吸による仙骨の動きをモニターします。正常であれば吸気時には仙骨底が左右均等に後方へ向かう動きを感じ取ることができます。これは伸展、いわゆるカウンターニューテーションの動きです。呼気の時は仙骨底が前方へ向かう屈曲、いわゆるニューテーションの動きになるわけですが、ここでは左側の仙骨底だけが前方へ動き、右側の仙骨底は後方へ残されるパターンであるとします。スプリングテストで確認してみます。屈曲変異の診断とは逆に伸展変異の検査の場合は仙骨底を後方から前下方に向けて押圧します。仙骨底に押圧を加えた時に外下方角がどう動くかを比較します。この場合もどの方向が最も緩む角度かを探してから検査のための力を加えます。まずは仙骨2番あたりの横軸を介して同側の外下方角がどの程度抵抗があるかを見てみます。この時はポンピングしながら押圧します。この時同側の外下方角が後方への動きにどの程度抵抗があるかを比較対象とします。ここでは押圧に応じた動きがそれほど感じられない状態であるとします。今度は左側の仙骨底を同側の外下方角へ向けて押圧してみます。ここで押圧の力に応じて外下方角が後方に持ち上がってくるのであれば左側は陰性、そして右側が陽性の可能性が高まってきます。今度は右側の仙骨底から対角線上に左側の外下方角に向けて力を加えた場合の動きを見ます。この場合の下層軸は仙骨2番の水平軸ではなく左側の仙骨底から右側の外下方角にかけての左斜方軸が下層の中心軸になります。そしてそれほど抵抗がなく仙骨底への力に応じた動きが外下方角にあればこの角度での制限は陰性と捉えることができます。最後は左側の仙骨底から右側の外下方角に向けてポンピングして力を加えた場合の動きを調べます。この場合の下層軸は右斜方軸です。ここでも仙骨底に加えた力に応じた動きが外下方角にあり、抵抗がそれほど感じられなければこれも陰性と判定することができるでしょう。4方向のスプリングテストの結果、右側の仙骨底から同側の外下方角に力を加えた時が最も抵抗と制限が感じられたのであれば、かなりの確率で右側の片側仙骨伸展変異が起こっているという判断材料になります。外下方角の
位置の確認をします。右側の仙骨底が後方に変異しているとして、外下方角の左右の位置を比較します。ここではスプリングテストでより抵抗のあった右側の外下方角が前方に位置しているという状態です。次に腰椎の前腕を調べます。腰椎の前腕は減少し、かつ平坦でスプリングテストに対してはテーブル側に沈み込まず抵抗があります。この状態は陽性と見ます。次は下肢の長短を比較します。在屈曲検査では右側の PSIS が陽性でした。同側が単下肢になっています。6つ目の検査は腰椎の側腕を見ます。自然体の状態で腰椎が右側にカーブし、左突になっている状態とします。自然体で右側に側屈している場合、腰椎は左回旋しています。すると左側の横突起が後方に位置するため、同側の起立筋が隆起することになります。これまでの検査をまとめてみます。在屈曲検査では右側が陽性、右側の仙骨底が後方、外下方角は右側が前上方、腰椎の前腕は減少、下肢の長短は右側が単下肢、腰椎の側腕は左突の結果から右片側伸展変異と判定します。リスティングとしては、仙骨底の右側が後方に、同側の外下方角が前方とやや上方に位置している状態です。制限の方向で言えば、右側の仙骨底が前方へ、外下方角は後方への動きに抵抗がある状態です。この動きの制限を解除するように操作して治療します。筋エネルギーテクニックによる治療の方法です。屈曲変異の時と同様に、治療する側の PSIS の内側を片方の手でモニターしながら、もう片方の腕で同側の下肢を抱えます。この辺りをモニターします。下肢を内転、外転して仙腸関節が最も緩むと感じ取れるポジションを探します。緩むポジションを見つけたら、その位置で下肢を外旋します。下肢をハンドルとして右側の寛骨を外旋させ、仙腸関節が閉じるように誘導します。仙腸関節後方を閉じるように位置させることにより、後方に変異した仙骨底を前方に動かしやすくします。治療は後方変異した仙骨底を前方に戻すように、手根部で右側の仙骨底を前方と尾側に向けて押圧します。また押圧する前には患者に両腕で頬杖をつく姿勢をとった後、リラックスした状態になってもらいます。この姿勢で腰椎が伸展することにより、仙骨のニューテーション運動が誘発され、仙骨底がより前方に動きやすくなります。イメージ的には次のような感じです。右側の仙骨底を前方と尾側へ向けて押圧し、同側の外下方角を後方へ持ち上げるイメージです。この時仙骨底を押圧するのと反対側の手で
右側の寛骨をテーブル側から抱えるようにします。この抱えた手で寛骨を後方に引き上げ、仙骨底を押圧した時に一緒に前方に動かないようにします。寛骨を後方に引き上げながら仙骨底を前方に押す形になります。右側の仙骨底を同側の前方と尾側に向けて押圧し、外下方角が後方に持ち上がるように操作します。この操作も患者の呼吸に合わせて行います。吸気時に仙骨は伸展、いわゆるカウンターニューテーションの動き、呼気では屈曲、ニューテーションの動きになります。伸展変異では呼気フェーズで仙骨底を押圧します。この時、右側の寛骨を後方へ引き上げる力は持続したままです。患者に深呼吸をお願いし、それに合わせて治療操作に入ります。最大呼気時には息を吐き切るようにしてもらい、それと同時にポンピング操作を加えます。吸気フェーズでは仙骨底への押圧を持続し、伸展の動きを阻止します。この操作を3回から5回程度行うことで、通常は治療効果が得られます。仙骨が正常に動く感触を得られたら、足を戻して再検査します。仙骨の屈曲、前方首振り運動、いわゆるニューテーションの動きで右側の仙腸関節の制限が解除され、仙骨底が前方に動くようになっていれば完了です。